こんにちは、ジャズギタリストの宇田です。今日はホワイトクリスマスのソロギターアレンジを作ってきたので、タブ譜を見ながら解説しようと思います。でまずはタブ譜だけ見たい人は、ここを一時停止して使ってください。構成は ABAC8 小節と1 B8 小節。で、リピートは同じアレンジで、次 B ダッシュ C ですね。こんな感じです。8小節。はい。じゃあまず、初めの A メロ8小節の解説をすると、初めは、キーが C ですね。まず、キーが C です。で、1メジャーからスタートして、メロディーが3度。なので、普通に C メジャー7を弾いてます。で、この次の小節なんですけど、ここが、コード進行いろんなパターンが人によって違うんですけど、よくあるのは、D マイナー、C、B、C。なんかメロディーが半音で、4度、3度、マイナー3度、メジャー3度みたいな、こういう動きをしていて、ここ A7 の、黒本だと A7 ですね。何でも合うんですけど、僕はこうしました。C をペダルにして、これですね。これは、C メジャーっていうコードでメロディーが4度の時、サス4とか使えるんですけど、メロディーが4度の時は、サブドミナントマイナー。この F マイナーのトライアドですね。これがすごく綺麗なので、こうしました。C メジャー7のこの指3本を半音上に上げる感じ。これはバイバイブラックバードとかでも使えますね。はい。で、メロディーがマイナー3度に来たときは、C のディミニッシュ。で、最後のここは、C シャープディムになってるんですけど、これはもう次の d マイナーに向かう A7 のフラット9。A7 フラット9の構成音です。なので C ディムから C シャープディム、半音でずれる感じ。で d マイナー。2度マイナーでメロディーがマイナー3度。なので普通に、d マイナー7でいいんですけど、せっかくなんで、イレブンスにしましたね。5556フレット。はい、ちょっとこれ消しとこう。で、この後、ここもなんか諸説、コード進行いろいろあるんですけど、パターンが。自分はこう、これも e マイナーに向かう B7。ここですね。B7 のフラット9みたいなイメージです。半音下のディミニッシュから、はい。ここも e マイナー7のイレブンスにしてます。この薬指の5度。これを離して4度体積にして、はい、e マイナー7。で、この後は4、5、1メジャー。4、5、1メジャーっていう進行が多かったんですけど、いろんな人のアレンジを見ると、F、G、C。ここもちょっとだけアレンジして、初めは F メジャーのメジャー3度がメロディーなので、これですね。軽自動システムでいう C フォームの F メジャー7。プラスナインスをちょっと入れてます。小指で。別になくてもいいんですけどね。普通にこれでもいいし、ナインス入れてもいいし。ナインス入れるとメジャー3度と全音の関係なので、若干クラスターというか、
クローズドなこのピアノの隣同士の音、この響き綺麗ですよね。でタタ、ここはどうしようかなと思ったんですけど、普通に F リディアン C メジャースケール F リディアンの音で4度退席しました。これ4度4度4度、まあ、ここは増4度。はい、なんかハーモナイズで迷ったらとりあえずスケールの音で4度退席しとけば合うって感じですね。はい、で次がここは個人的に好きなコードにしてます。451 451の時のこの5の時にベースの音は4にとどまったままなので F 分の G7、 これポップスでもよくありますね。みたいな4メジャーでベースが4のまま5の G のトライアド。はい、今説明してて気づいたんですけど、このタブ譜と自分がさっき弾いたのちょっと違ってました。さっき弾いたのはこうやって弾きましたね。8981010。これどっちでもいいです。8981010だと、まあ、G7 のナインスが入ったみたいな感じになるし、891080、これだとちゃんと教科書通りというか G7 のブロックコード、コードトーンハーモナイズにベースが F になってるので、こっちの方がなんていうのかな、この譜面通りなんですけど、どっちもいいと思います。か、まあ、ちょっと違いますけど、はい。でこの後タタタ、まあ、これは6度ハモリで加工してここまで来ます。でここがここもいろんな人のアレンジでコード進行がいろんなパターンがあったんですけど、基本的にはターンアラウンドですね。1625で、この C は3度マイナーでもいいので、まあ、自分は3度マイナーにしてます。e マイナー7、 e マイナー7のマイナー3度で、ここからこの36251でターンアラウンドするときに以前動画にもしたんですけど、ジャズでよくあるターンアラウンドの代わりになるやつ、フラット3メジャー7、フラット6メジャー7で半音上のメジャー7にしました。でこれ一応メロディーが固定した感じ。e マイナーのマイナー3度、E フラットメジャーのメジャー3度、A フラットメジャーのメジャー7度で、これはこっちの1弦の方に持ってきてこういう感じですね。で最後 D フラットメジャーでドレミドレ、この音がメロディーのメジャー7度になってます。で B メロが C の3度で、ここがクリシェになってて C メジャー7ルートメジャー7度マイナー7度でクリシェになってますね。で初めはトライアドの C で、次 C メジャー7なので、ここでこっちの C にチェンジしてメジャー7とナインスを入れるためにナインス入りにしました。で C7 なので
このメジャー7度を半音下げるんですけど、この時に、ついでにナインスもフラットナインスにしてます。ドミナントモーションするので C7 から F に行くので、まあ、指定はしてないんですけど、こんな感じですね。C7 のフラットナイン。ここちょっと難しいですね。手の動きが。で、この後のメロディーが、このラの音、C7 の13なんですけど、13がこの人差し指の1弦にあります。なので、ここもちょっと難しいけど、1弦もちゃんと鳴るように、結構中指の腹というか付け根か。で、1弦ミュートになっちゃうので、こういう感じで、ここをうまくなるようにして、はい。で、ここは、シンプルに4メジャー、F メジャー7でいいんですけど、F メジャーの5度。まあなんか、3度ベースに展開形にしてみました。で、その後に B フラット7。この動きって、なんかいろんな可能性があって、例えば F メジャー7、F マイナー7、4メジャー、4マイナー、サブドミナントマイナー、バックドア2-5でもいいし、F メジャー7、B フラット7でもいいし、この辺ってなんかジャズでよくあるパターンですよね。4メジャー、4マイナー、もしくはフラット7-7。で、B フラット7を弾く場合は、じゃあ、3度ベースの展開形にすれば、6弦の音が半音で動くので、まあ、こうしてみました。で、メロディーが13から5度。はい。で、この後もちょっとアレンジしてますね。本当は、この4小節を使って3625なので、1小節 E マイナー、1小節 A7 で2度マイナー5-7なので、こういう時にちょっとベースラインをアレンジして、初めの E マイナー7を5度ベースにして、5度ベースの E マイナー7。あ、で、メロディーがルートなので、これか。7575。で、ベースだけこうやって下げて、で、A7 に来ましたね。メロディーがフラット13です。フラット13から5度で4度。はい。で、ここも、ここですね。これを、ここで d マイナー7だけど、もう G のサス4にしちゃって、G7 サス4。こいつとこいつは同じような意味なんですけど、なのでもう G に向かうために半音挟んでます。これですね。A フラット7のシャープ11と3度。こうすると結構都合がいいというか、メロディーとも相性がいいので、これ A7 のままメロディー4つ弾くと、こんな感じになっちゃうんですけど、そう、2つずつメロディーとベースを分けるとちょうどいい感じです。フラット13、5度。シャープ11、3度。
で G サス4の5度。はい。で、頭の C に戻るための G7。あ、ここもちょっとさっき自分が弾いたのとちょっと違いますね。これは G7 のフラット13。タブ譜に書いてあるのは。これも何でもいいですよ。ドミナントなので、さっき僕が弾いたのは、フラット9とナチュラル13。これでもいいし、これでもいいし、これでもいいし、なんかこういうのでも。はい。はい。で、頭戻って、また同じ8小節が繰り返されて、このリピート後の A メロをまた別のボイシングに変えるとよりいいんですけど、今回はちょっとシンプルにとりあえず同じにしました。で B ダッシュがここ一緒ですね。クリシェ。ここまで一緒。でこの後のここでメロディーが変わります。高いドの音。はい。で、ここも F メジャーでもいいんだけど、またさっきと一緒で3度ベースにして、もう Am7 みたいな感じですね。あ、そう、ここの、4弦、7フレットを押さえると、より F メジャーのコードトーンになります。さっき自分ここ弾いて押さえてなかったかもしれないです。はい。で B フラット7の13、5度。タタタタ。これなんかジャズでよくあるなんかメロディーですね。初めはコードシンプルに押さえて13から5度。で次タタ9、9インス3度。これは6度ハモリしました。これ3度ハモリでもいいです。はい。で最後ですね。最後またターンアラウンドというか、3625。ここは結構面白いアレンジしてるんですけど、めっちゃシンプルに書くとこういう進行ですね。3625。で、初めは、さっきと一緒です。5度ベースにして、Em7 の5度ベース。で、次 A7 なんだけど、A7 のフラット9。で、そのフラット9をベースラインにして、そうすると B フラットのディミニッシュみたいな形になります。で、そうすると次の d マイナーの5度ベースのこの5度に対してベースラインが半音ずつ下がる感じ。e マイナー5度、A7 のフラット9、d マイナーの5度。で次も一緒。G7 のフラット9がルート、ベース。で C メジャーの5度がベースになるとこういうこれ面白いですよね。普通にシンプルにベースライン弾くと本当だったらなんだけどなんかこれ G がキーっぽく聞こえるけどこれは C の5度です。っていうアレンジにしてます。でこの C メジャー7の5度ベース、このボイシングはドロップ3ってやつですね。ドロップ3の一つ。
はい。で、最後は何も書いてないけど、また G サス4から G7 弾いて、で曲の最後は C の6ナインス。3223フレット。3223。で、この後、このお決まりのメロディー弾いてましたね。これは、キーが C だったら C の3度からこれ弾いても合うんだけど、このシャープ11の音を生かしてキーの D、キーが D みたいな感じで弾いてます。はい、そんな感じですね。はい、去年の12月はザ・クリスマスソングのソロギターの解説もしているので、下の説明欄にリンク貼っておくので、そちらもチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。